こんにちは、作曲家、ギタリストの秋正弘です。この動画では、スピットファイアシンフォニーオーケストラの概要をご紹介します。スピットファイアシンフォニーオーケストラは、それを持っているだけでオーケストラの作編曲が全てできる包括的なオーケストラライブラリーです。スピットファイアシンフォニックストリングス、シンフォニックブラス、シンフォニックウッドウィンズに加えて、スピットファイアパーカッション、ハープ、ピアノ、さらにはスピットファイアソロストリングスまでが収録されています。これらのサンプルはすべてロンドンのエアスタジオリンドハーストホールで収録されており、一部のアンサンブルパッチを除いてすべてのパッチが楽器のセクションごとに収録されています。それでは音を聞いてみましょう。まずはファーストバイオリンから見ていきましょう。すべての楽器にはパフォーマンスパッチというパッチが用意されていて、それを使うことによって奏法を切り替えることなく、簡単に鍵盤で演奏したり入力を行うことができるようになっています。このように長い音は長い音の奏法で、短い音は短い音の奏法で自動的に切り替わりながら鳴るようになっています。上の方にはいくつかのコントロールが集約されていて、CC1 番ではダイナミクスが、CC11 番ではエクスプレッションが、CC21 番ではビブラートがコントロールできるようになっています。また、ミュートを上げることによって弱音器をつけた状態の音を出すこともできます。さらにトリガーする時のベロシティの強さによってアタック感を調節することもできます。ダイナミクス CC1 番では音の強弱がコントロールできます。CC11 番エクスプレッションでは音の大小がコントロールできます。CC21 番ビブラートではビブラートの深さ、強さがコントロールできます。さらにレガートの速さは鍵盤の演奏の速さに追従して速くなったり遅くなったりという変化が起きます。速く弾くとこのようにどのような速さのパッセージにもうまく追従するようにプログラムされています。一方で鍵盤で演奏している時に意図しないところでポルタメントが発生してしまったり、意図しないところでアタック感が強くなってしまうみたいなことを避けることもできます。こちらに鍵のアイコンがあるので、これをクリックしておくことによって鍵盤で演奏している時にこの部分のアタック感にしかならない、この部分のレガートのトランジションしかしないという指定をすることができます。それぞれのパッチにはいくつかのシグナルバスが用意されています。例えばこのファーストバイオリンのパフォーマンスパッチであれば、クロース、ツリー、アンビエンス、アウトリガー、リードの5種類のシグナルが用意されています。ここまで聞いてきたのはこのツリー、劣化ツリーの音でしたが、例えばこれをオフにしてクロース、スポットマイクの音にすると、より近くに立てられたマイクのバイト感のある音を得ることができます。ここでアンビエンスを指定すると、ホールの響きをより多く拾うために、少し離れたところに立てられたマイクの音を出すことができます。アウトリガーを選ぶと、ワイドマイク、非常に離して立てられた2本のステレオペアのマイクの音を出すことができます。そしてリードのマイクにすると、これはストリングスにしかないんですけれども、それぞれのセクションの首席奏者の
非常に近くに立てられたマイクなので、これが一番ディテールが含まれているマイクです。実際にはこれらをミックスしながら使うことになります。以上がファーストバイオリンの音です。セカンドバイオリン以降もファーストバイオリンと同じように操作することができます。同じようなダイナミクス、ビブラート、ミュート、エクスプレッションのコントローラーと5つのシグナルパスが用意されています。ビオラについても同様です。チェロも他のストリングスと同じようにコントロールすることができます。コントラバスも同じようにコントロールすることができます。以上がストリングスのご紹介でした。続いてブラスをご紹介します。まずはフレンチホルンです。フレンチホルンを2人で吹いている時の音からいきましょう。このように一つのパッチで双方を切り替えずに鍵盤の演奏に追従して表現が変わるようになっています。ストリングスと同じように4つのシグナルパスがついているので、これらをミックスすることによって音場の表現をリッチに行うことができます。フレンチホルンは2人で演奏したものの他にソロで演奏したものと6人で演奏したものが入っています。1人で演奏したものだとこういった音が出て、6人で演奏したものだとこのように迫力たっぷりのフレンチホルンの音を出すことができます。続いてトランペットです。トランペットのソロにはパフォーマンスパッチではなくトータルパフォーマンスパッチというパッチが用意されています。これを使うことによって一つのパッチの中でフラッタータンギングまでを表現することができます。さらにミュートをオンにすることもできます。
以上がトランペットのトータルパフォーマンスパッチです。トランペットもホルンと同じように2人で演奏したパッチと6人で演奏したパッチがあります。2人だと、このように2人で演奏した音を表現することができます。6人で吹いているパッチだと、このように非常に勇ましい音を簡単に出すことができます。続いてトロンボーンに行きましょう。ソロのテナートロンボーンはソロのトランペットと同じようにトータルパフォーマンスパッチが用意されています。なのでこの中でミュートのオンオフだったりフラッタータンギングまでを表現することができるようになっています。このようにパッチを切り替えることなくいろんな表現ができるようになっています。テナートロンボーンにも2人で吹いているパッチがあります。このようにパッチを切り替えずに鋭い音から長い音まで簡単に切り替えることができます。で、もちろんバストロンボーンのパッチもあります。このように暴力的な音を簡単に出すことができます。さらにトロンボーンには6人で一斉に吹いているパッチもあります。このように非常に破壊力のあるトロンボーンの音も簡単に作ることができます。もちろんチューバのソロもあります。このようにふくよかな音を簡単に出すことができます。さらにチンバスやコントラバストロンボーン、コントラバス、チューバなどがあるので、このブラスだけで非常に広い音域と非常に広い音色をカバーすることができます。続いて木管楽器に行きましょう。まずはフルートから。フルートソロにもトータルパフォーマンスパッチが用意されているので、この中でフラッタータンギングまで行くことができます。このように一つのパッチで様々な表現をすることができます。フルートには2人で吹いているパッチもあります。フルートにはこの他にもアルトフルートやピッコロフルートがあるので、フルートだけでも非常に広い音域、音色をカバーできて、持ち替えを意識しながらのアレンジもすることができます。続いてオーボエです。オーボエのソロにもトータルパフォーマンスパッチがあります。
このようにパッチをまたぐことなく一つのパッチの中で様々な表現を実現することができます。オーボエにも2人で吹いているパッチがありますし、コーラングレもあるので、オーボエだけでフルートと同じように様々な表現をすることができます。続いてクラリネットです。まずはソロクラリネットの音を聞いてみましょう。このように簡単に打ち込みをすることができるようになっています。クラリネットにも2人で吹いているパッチやバスクラリネット、コントラバスクラリネットまでが用意されているので、クラリネットだけで非常に多くの音色、音域をカバーすることができます。最後にバスーンです。バスーンのソロのパフォーマンスパッチはこんな音です。はい、ソロのバスーンはこんな音です。そしてバスーンにも2人で吹いているパッチとコントラバスーンが用意されているので、バスーンだけでも非常に広い音域と音色をカバーすることができます。で、これらの全ての木管のパッチを組み合わせることによって非常に彩り豊かな木管パートをアレンジすることができます。続いて打楽器です。打楽器はオーケストラの編曲に必要な打楽器が一通り全部まるっと入っています。例えばティンパニであればこういう普通のティンパニの音に加えてミュートしたティンパニ、そしてロール、みたいな表現が簡単に手元で行えるようになっています。他にもドラムの低域というカテゴリーでくくられているものであれば、ゴングドラム、であったり、タムであったり、タムのアンサンブルであったり、グランカッサといった具合に、様々な打楽器が収録されています。そしてこういういわゆるカーモノの打楽器で高い音が出るものであれば、スネアだったり、ボンゴだったり、コンガだったり、ティンバレスみたいなものが入っています。で、もちろんこういったいわゆるカーモノの打楽器に加えて、音程のあるものからないものまで、素材が金属のものから木のものまで多種多様な打楽器が収録されています。例えばチェレスタなんかも入っています。こういった打楽器もありますし、他にも、例えばグロッケンシュピールとかマリンバとかシロフォンとかビブラフォン、そしてチューブラベルなんかも入っています。そしてメタルパーカッションであれば当然トライアングルだったりゴングだったり、あとはシンバル、釣りシンバルからピアッティのシンバルまで様々なものが入っています。なのでこれらを組み合わせることによってオーケストラの打楽器を全てアレンジメントすることができます。これらの楽器に加えてハープやピアノまでが収録されています。例えばハープであればこういった美しいハープの音からスライドみたいな音を出すこともできますし、ペダルの設定もできるので、例えばこのような設定にすると、
同じように鍵盤をスライドさせただけでも違うスケールにすることができます。さらにピアノも収録されています。このピアノはソロピアノを打ち込むことを想定されたものではありませんが、オーケストラのアレンジメントの中に埋めるのであれば非常にいい仕事をしてくれます。続いてソロストリングスです。ソロストリングスはファーストバイオリンからセカンドバイオリン、ビオラ、チェロまでが収録されています。このようにダイナミクスやビブラート、エクスプレッションなどを組み合わせて様々な表現ができるほか、棒を返す時の表現を強調するかしないのかのスライダーがついています。今これ最大になってたんですけども、一番低いところにすると、みたいな感じになるので、棒を返す時のためみたいなものが表現されなくなっています。元に戻すと、このように音をつなぐ時の予備動作みたいなものがしっかりと音で感じられるようになります。これはいいところ、気持ちいいところを探って使ってみてください。で、これと同じようなことがバイオリンのファーストだけではなく、バイオリンのセカンド、ビオラ、チェロに対しても同じように行うことができます。ここまでパフォーマンスパッチを中心に紹介してきましたが、当然パフォーマンスパッチの中で使われているまたは使われていない全ての奏法をまた個別に呼び出すこともできます。例えばこちら、ファーストバイオリンのオールテクニックというパッチをロードすると、この中段の部分に無数にアーティキュレーションが並んでいることがわかります。ロードした状態ではロングが選ばれています。みたいなことができます。で、さらに、例えばフラウトアウトにすると、といった感じの非常に繊細な表現をすることもできます。なので、パフォーマンスパッチだけで完結させてしまうのではなく、こうした様々な奏法が入っているパッチを使うことによって、より表現力豊かな打ち込みを作ることができます。で、このオールテクニックスというパッチの中の奏法がこれだとちょっと多すぎるだろうということであれば、それとは別に2つ奏法を厳選したパッチがあります。それがこのコアテクニックスとデコラティブテクニックスというパッチです。コアテクニックスにすると、一般的にこれがよく使うよねっていう品質する奏法がまとめられています。ロングだったり、スピックアートだったり、マルカート、そしてピチカートまでですね。で、さらにデコラティブのパッチにすると、スルポンティチェロだったりとか、トレモロだったりとか、トリルだったりとかがこちらにまとめられています。で、これらの無数の奏法を切り替えるのをすべてキースイッチでやってもいいんですけれども、それ以外にも切り替える方法があって、例えば奏法の名前の上をコマンドクリック、Windows であればコントロールクリックすると、このように、この奏法をどんな条件でトリガーしますかというのをここで選べるようになっています。例えばこれ by CC レンジにしたときに、モジュレーションのコントロールチェンジ CC1 番の値が例えば0から32の間だけはこの奏法をトリガーしますよみたいな設定をすることもできますし、デフォルトであればキースイッチなんですけれども、ベロシティのレンジで設定することもできます。ショートを全部まとめておいて、弱く叩いた時はこのショートの音、強く叩いた時はこのショートの音みたいな感じの切り替えをすることもできます。
で、by MIDI チャンネルにしておけば、一つのパッチの中で入ってきた MIDI チャンネルの信号によって異なるサンプル、異なる奏法が呼び出されるという設定もできます。で、さらにプレイスピード、演奏する時の鍵盤のスピードによって、この速さの時はこのパッチを呼び出す、この速さの時はこのパッチを呼び出すという設定が自分自身でも行うことができます。なので、このマッピングの設定を自分でいじることによって、より柔軟に、より自分の使い方に合わせた使い方をすることができるようになります。いかがだったでしょうか？以上がスピットファイアシンフォニーオーケストラの概要のご紹介でした。これさえ持っておければオーケストラ大丈夫というライブラリをお探しの方はぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。